今回の主役はこの黒胡椒。インドカレー作りでも定番のスパイスの一つ、ブラックペッパーです。ヒンディー語ではカリミルチと呼ばれています。そのブラックペッパーを主役にしたカレーがこのチキンカリミルチ。カレー色したインドカレーとは違い、色白の北インドでも人気のあるユニークなスパイス料理です。唐辛子とは違ったブラックペッパーの辛さが際立つこのカレー。その刺激に相反してカシューナッツによるマイルドなグレービーが優しくずっしりとお腹を満たしてくれます。ブラックペッパーには代謝をアップさせて体を温めてくれる効果があり、前回のアルージーラのクミンと同様に冬におすすめのスパイスでもあります。インドといえば有名なアーユルベーダでもブラックペッパーは痰や咳、鼻詰まりにも作用すると言われているそうです。いつものインドカレーとは一味違ったカレー、チキンカリミルチ。その作り方をどうぞごゆるりとお楽しみください。使用する材料もそんなに複雑ではありません。2人分の分量で鶏もも肉 280g、プレーンヨーグルト大さじ3、ブラックペッパーホール小さじ2、玉ねぎ1つ、ニンニク4個に生姜1かけ、青唐辛子2本にカシューナッツ14粒。カシューナッツはローストされた無塩のものを使用しています。ホールスパイスはベイリーフ1枚、ブラックカルダモン1つ、グリーンカルダモン3つ、そしてクローブ4個。そして有塩バター 10g に塩、そして砂糖少々に、今回は生クリーム代わりにクリープを使っていきます。まずはブラックペッパーホールをフライパンで軽くいって香りを引き出していきます。この工程を省略して市販の粗挽き黒胡椒を使っていただいても大丈夫です。ブラックペッパーはいる時間がクミンより長めで、弱めの中火で1分半から2分ほどじっくり煎ります。ふわっと香りが上がってきて軽く膨らみ、若干表面が艶っぽくなるので、そうしたらお皿にあげて冷まします。あとはグラインダーでひいたら、引き立ての香りが際立つブラックペッパーの準備は完了です。続いて鶏肉をマリネします。一口サイズにカットした鶏肉に、プレーンヨーグルト大さじ3と、塩、小さじ1/2。先ほどひいたブラックペッパーの半量を加えてよく混ぜます。混ぜていると、ブラックペッパーのシャープでピリッとした鼻に抜けるような香り。これが本当にいい香りなんです。そして前回ご紹介したクミンを中心に作るアルージーラをご覧いただいた方はお気づきかもしれませんが、今月は一つのスパイスに焦点を当てたインド料理をテーマにお届けしております。よく混ざったらラップをして冷蔵庫で30分ほど休ませます。続いて白いグレービーを作っていきます。このカレーのポイントはいつものカレーのような炒め玉ねぎを作らないことです。それが白の秘訣の一つでもあります。鍋に油大さじ1とバター 10g を入れて溶かしたら、ベイリーフ1枚、ブラックカルダモン1つ、グリーンカルダモンを3つ、クローブを4つ加えて炒めて香りを出します。このほのかに感じるカルダモンの風味もこのカレーの美味しさだと思っています。続いて右上に記載の材料を加えます。後からペースト状にするため切り方はお好みで大丈夫です。私は切りやすく火も早く通るのでスライス切りにしています。玉ねぎが透き通ってきたらお湯で戻しておいたカシューナッツと水 200cc を加えてよく混ぜたら蓋をして煮込みます。沸騰したら弱火にして時折かき混ぜながら約8分煮込みます。現地の人に言ったら違うと言われそうですが、青唐辛子以外の辛みや複雑な香辛料を加えていないので、私にはこのグレービーはまるで胡椒の効いたシチューのような印象です。これだけでチキンストックを使わない完全ベジの胡椒の効いたシチューとして成立しそうだなと感じています。いい感じに玉ねぎがとろけてきましたね。
そうしたら、火を止めて粗熱が取れたら、ブレンダーでペースト状にしていきます。少量の水を加えると、より滑らかなペーストに仕上がりますよ。次は、マリネした鶏肉を炒めます。油をひいて、鶏肉に火が通るまで焼くだけなので、特に難しいことはありません。蓋をうまく使って約6分両面を焼きます。この時、マリネしたヨーグルトはほとんど姿が消えますが、それで正解です。ヨーグルトが鶏肉を柔らかくし、爽やかな風味を残してくれているので、ご安心くださいね。鶏肉が焼けたら、先ほど作ったペーストの中に入れて一緒に煮込みますよ。全体をよくかき混ぜ、グツグツと沸騰してきたら、蓋をして弱火で8分ほど煮込みます。鍋底が焦げつかないように時折混ぜるのを忘れないでくださいね。粘度が高く焦げつきそうでしたら、水を足してグレービーを緩めて煮込んでください。8分ほど煮込むと、ペーストが良い感じに馴染んで、美味しそうな濃厚なスープになっていると思います。そうしたら、最後に味付けです。残りの半量のブラックペッパーをすべて加え、コクを出すために砂糖を少々加えます。今回は三温糖を使用しました。そして、さらにまろやかさとコクを出すために、本当は生クリームを使うのですが、その少量のために生クリームを買うのはちょっとなぁという時は、いつもクリープやコーヒーフレッシュで代用しています。約 6g ほど加えています。良い感じのまろやかさが出るので十分代用できますよ。1、2分煮込んだら、味見をして塩で味を整えます。インド人の夫には辛さが物足りないので、レッドチリパウダーを追加しています。皆様はお好みでどうぞ。そうしたら、ついに、胡椒たっぷりのチキンカリミルチは完成です。